こんにちは、おりんです。今日はダイソーさんのリサイクルコットンを使ってトップダウンの半袖ニット編んでいきたいと思います。こちら、去年のお色になりますね。サックスブルーです。去年のものなので 50g 入りになっています。今は 40g ですね。綿 100% で 50g 入りの約 120m 入っています。3mm から 4mm を使用ということでですね、今回 3mm の5号針で編んでいきます。それではネックのリブを編んでいきます。はい、輪っかを作りまして、鎖を6回します。6回しましたら、2個目こちらに引き抜き編みをするんですけども、かけてからの引き抜き編みをします。はい、かけて引き抜き、はい、こんな感じです。5目ですね。で、鎖1、編み地をひっくり返しまして、次の段はですね、引き抜き編みをするんですけども、奥の半目に引き抜き編みしていきます。1本だけですね。奥の半目、こう1本だけ、頭じゃなくて1本だけですね。はい。で、5目目、最後の目は頭2本取ります。ここだけ。はい。こういうルールでですね、やっていきます。はい。かけて引き抜き、これ交互ですね。交互にこの編み方していきます。5目目、はい、こういう感じでですね、125段編んできます。こちらが大きい部位、こっちがちょっとちっちゃい部位で、こっちが大きい部位なんですけども、この大きい方を表にして使いたいので、こっちで終わってこう縫い合わせてここを拾っていく、こっち側拾っていくイメージになります。この沈んでいるところ1回、この目のところ1回っていう風に拾うので、合計125段編むといい感じになりますので、とりあえずこれを125段編んでいきたいと思います。はい、それではこんな風に長く編んできました。で、見ていただくとちょっとわかるかなと思うんですけど、この V っていうか、ここですねこの V がちょっと大きい方とこのちっちゃい方とあるんですね。これちっちゃい方が引き抜きだけで、こっちは引っ掛けてからの引き抜きになってるんですけど、こっち側を表として使いたいんです。で、中表に合わせてここをね、閉じていこうと思うんですけども、はい、鎖1でこう持ってですね奥の半目と1234の上の半目持ってきて、引き抜き、奥手前引き抜き奥手前引き抜き、はい、3、奥手前引き抜き、奥手前引き抜き、はい、いきました。鎖1で、こんな感じこんな感じになります。ではここからですね、細編みで124目拾っていきたいと思います。はい、では今鎖1したので、この根元この辺細編みでマーカー、はい、で次はこの VV ってなってるところのここに細
細編み、もうこの辺に細編み、すごい適当ですけど、これはもうど真ん中に細編み、この辺に細編みっていう感じで124目拾っていきたいと思います。はい、それでは124目拾ってきましたので、最初の目の頭に引き抜き編みをします。はい、こういう感じで円になっているんですけども、ここにこうラグラン線がビーッと広がっていくイメージで締めをしていきます。で、ここからここまで、ここが37目のところにマーカーしてます。この横から1目として数えて26個目にマーカーしてます。で、その横から36個目にマーカーで、残りが25目になってます。37、26、36、25ですね。はい、ここから方眼編みで、この四つ角は締めでやっていきたいと思います。はい、では立ち上がり鎖3なんですけど、私はこの特殊な立ち上がりをします。これだとちょっと目立ちにくいんで、はい、鎖1、長編みをするんですけども、ここじゃなくてここ1個飛ばして3目目、ここに長編み、はい、鎖1で1目飛ばして長編み、鎖1で1目飛ばして長編み1っていう感じで、マーカーのところの手前まで編んでいきたいと思います。それではマーカーのところまで来ました。今締めをしていくんですけども、長編みをまず1目します。はい、で鎖2目してまたかけて長編みをします。同じところに入れました。ここ同じところに入ってます。これをこのマーカーが入っているところに全て入れていく感じになります。これが終わったらこの1個飛ばして長編みっていうのをまた続けていきます。はい、では、このままここも同じように増やして、ここも同じように増やして、ここまで編んでいきたいと思います。はい、それでは最後の段まで編めましたんで、ここ一番最初の目、こちらに増し目をします。まず長編みをこの同じところ、ここ引き抜き編みのところでもいいんですけど、この辺にまず長編みを入れます。はい、で鎖を2して最初の目の頭に引き抜き編みをする。はい、こういう感じでここがラグランになっていきます。はい、てな具合にですね、この4点、ここをねどんどん同じように編んで、大きくしていくっていう感じになります。はい、ね、そんなにこう数えるあれでもないんで、最初にねマーカーさえつければ、ここつけといてもいいですしね、ずっとね、こんな風に増やしていきます。それでは、このラグランのところに来たんですけども、もうここも同じです。今鎖1した状態なんですけども、この V になっているところの頭取りますね。で、鎖1をして、でこの中に鎖1をしてからこの中に長編み1、鎖2、長編み1って入れます。でちょっと分かりやすいようにマーカーつけとくなりなんだりしますね。で鎖1してここの柱の頭、ここに長編みを入れます。はい、こういう感じ。
これでずっと同じように方眼編みをして、またここに、ここの頭取って鎖1してから長編み、鎖に長編みで鎖1してここの頭に長編みを入れる、そういう感じでずっと編んでいきます。でそんな感じでぐる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 20センチ24センチぐらいになるまで編んでいきたいと思います。はい、それでは編んでいきます。はい、それでは22段編んできました。横幅を52センチぐらいにしようかなと思いまして、52センチですね。はい。で、ここからここまでが27センチくらい編みました。で、この立ち上がりちょっと見ていただくとお分かりいただけると思うんですけど、ここが鎖編み3目で編んだ部分で、こちらは私がいつもやってる特殊な立ち上がりなんで、ちょっと途中でね変えてみたんですよ。皆さんは統一して編まれると思うんですけど、ちょっと変化が見たい、どう違うのか見たいなと思って、こっちは細くてこっちは太いんですけど、私的には太い方がいいかなっていうふうにちょっと思いました。はい、この辺はお好みです。ではですね、ここからもう広げるこのラグランのところは終わりで、胴体ですね、この下編んでいくんですけども、こっちをですねちょっと2段ほど付け足して、こういう感じにしてですね、ちょっとね段差つけたいんですね。こういう感じで前が少しゆったりで後ろ詰まってる感じにしたいので、ここにちょっと2段つけたいんです。なのでとりあえず22段編んで、ここで糸をカットしたいと思います。糸始末できるぐらい残してカットします。はい。でもって糸抜いて、それではね、ここからこの角のところに糸をつけてピーッとここまで編みます。で、往復するとちょっと編み地が変わってくるので、またここで切って、でまた新しい糸ここにつけて、こう2段編みたいと思います。それでは輪っかを作ります。で、入れる部分はこのコーナーのところですね。はい、ここにまず持ってきてキュッと押しました。私の立ち上がりなんですけども、細編みを1回して、この柱の奥の1本にもう一度細編み。はい、ではここからですね方眼編みします。ここ方眼にするかそうじゃないか、ちょっと方眼にする必要ないかな。まあいいか。はい、ここねスペース空いてます。この柱の頭取りました。鎖1、増減なしで端まで編んでいきたいと思います。はい、ずっと編んできます。はい、それではここが最後の目ここがコーナーの手前の長編みになりますんで、こちらにもう一度鎖1をして、この角のところに1目入れます。はい、これでまた、カットしますね。カットして、でまた同じようにですね、ここから糸をつけて、また輪っかにしたものをですねつけてですね、次はこの最初の目の頭ですね。はい、ここ鎖編み3であれば鎖3目目、私の立ち上がりはここなので、ここに持ってきて1回キュッとします。で同じところに入れて、立ち上がり鎖3でもこちらの方法でもいいんですけど、これでまたもう一段編んでいきます。はい、では編んでいきます。はい、では2段足せましたんで、実際もう一段足さないとダメですね次の段また行きたいと思うので、もう一段編んでいきたいと思います。同じようにまたカットをして
はい、これでもう一段同じように足していきます。はい、それでは3段目編んできました。で、ここがお袖なんですけども、この角、ここに鎖1をしてから長編みを直接入れたいと思います。はいこんな感じ、同じようにですね入れてます。で、鎖1をして、頭入れてます。はい、鎖1で、この頭、長編みの頭にって同じように方眼編みまた続けていくっていう感じになります。はい、こういう感じでつながってます。はいで、こっちも同じようにこことここつなげて、この角に長編みを入れて鎖をしてからこの角に長編みを入れて、また同じように方眼編みをして一周ぐるっととりあえず編んでいきたいと思います。はい、では、一周というかここずっと編んできて、でここの、ね、さっき糸を足した1目めの頭に引き抜き編みをしてつなげて、この段終了になります。では鎖1をしてここにつなげます。これでこの段終了になります。ここからは脇の下の部分をずっとぐるぐる編んでいく作業になります。立ち上がりをしまして、もう方眼でずっと下の段を取っていくっていう感じで続けて進んでいきたいと思います。あと20センチぐらいかなと思うんですけども、今24センチぐらいありますんで、22センチぐらいどんどん編んでいこうかなっていうふうに思います。はい、ですのでこのまま方眼編みをずっとひたすら編んでいきたいと思います。では編んでいきます。はい、それではですね、編めました全然映ってる。まずですね、ラグランの方が、22段編んだんですけども、脇の下、ここから下ですね、ずっと増減なしで26段編みました。ではここからリブを作っていきます。首元の5目のリブで2センチくらいになるんで、その3倍15目ぐらいにしようかなと思います。はい、ではここから鎖を15目編みます。2、3、15、はい、でプラス1の16目編みましたら、では2個目の裏山取ろうかなと思います。はい、まず引き抜き編みから行います。15目、普通に裏山を取って引き抜き編みしてます。はい、ちょっと最後の目分かりにくいんですが、ここです。これで15目拾いましたので、ここが根元の頭、今入れたところなので、その横の鎖で飛ばしてる部分、鎖に引き抜きをします。鎖の頭ですね、2本で、次は、長編みの頭2本、こちらに引き抜き、2回引き抜きをして、編み地をひっくり返し引っ掛けてからの引き抜き編みを15回します。で、今引き抜いた2目は飛ばして、3つ目のかけて奥の半目に引き抜き編みします。これを15回。1、見えにくい、分かりにくいですけど、ちょっと寝てるんでね。はい、こう2本引き抜き、ね、はい、15回します。はい、では最後の目は2本取ります。はい、
でまた鎖1で繰り返して、で引き抜き編みを奥の半面にしていくっていう感じになります。はい、てな具合にずっとぐるっと一周拾っていきたいと思います。252目ありますので、こちら全部拾っていきたいと思います。はい、次はお袖を拾っていきたいと思います。輪っか作って、はい、輪っかに通しました。では脇の下あたりから拾っていきたいんですけども、拾う箇所はこちらですこちらですかね。じゃらじゃらつけてきました。はい、ここが脇の下の中心ですね。中心、真ん中を中心にして、横のスペース、その横のスペース、そして一つのスペースを飛ばして、こっちは頭、長編みの頭、こっちはラグラン拾ってます。はい。でこの後ここの頭を飛ばしてこの横に入れていくっていう感じにするんですけども、はい、では1個目、この頭ですね、ここに入れます。で輪っか持ってきて、で鎖でちょっと締めますね。はい、でもこの頭のところから、立ち上がり鎖3ですね。はい、こんな感じで、立ち上がりをして、その最初の目にマーカー入れました。で鎖1しました。でこのマーカー入ってるところ、こちらに長編みして鎖1、もう全部マーカーが入ってるところに入れていきます。長編みをして鎖1、鎖1、はい、でここが真ん中ですね。折りたたんだ真ん中の部分になるんですけども、ここに長編み1の鎖1、はい、でその横のスペース、ここに長編みをそのまま入れて鎖1、はい、でその横のスペースに、はい、長編み入れて鎖1、はい、でラストというかラグランのところです。ラグランのスペースに長編み、はい、それではですね、7箇所取りました。はい、ここからは頭を拾っていきます。はい、今もう鎖1してあるんで、ここ1個飛ばして、ここですね、ここ、はい、ここからもう普通に頭を、はい、拾っていきます。これで一周ぐるっと、さっきの最初の目の頭ですね、このマーカーをつけたここまで一周ぐるっと拾っていきたいと思います。はい、それでは最後の鎖まで編めたので、ここの最初の目の頭に引き抜き編みをします。はい、これでお袖1段目終了です。合計で私は11段編みます。お好みで書いてください。ちょっと変なので。はい、では2段目ですね。鎖3で立ち上がってもらって大丈夫です。はい、普通に立ち上がりしました。最初の目の頭マーカーしておきます。はい、で、さっき編んだこの7個、
マーカーから拾った7個なんですけども、その中央、ここ中央にマーカーしてます。はい。で中央、その両サイド、この3目を、鎖編みをせずに編んでいきます。今これ普通の目なので普通に取りますね。はい、はい、ではここ入れまして、鎖長編み鎖長編み鎖長編みっていう感じでなってると思うんですけども、でここからちょっと、減らし目します。今鎖を入れていない状態で長編みを次の目の頭に入れます。はい、でまた鎖を入れない状態で真ん中の目の頭にも長編み入れます。これちょっとマーカー入れときますね。はい、でまた鎖を入れないで次の目の頭にも長編み入れます。ここ3目並んでいる状態、4目かここも並んでますけどね。はい、では次の目、ここもまた鎖を入れないで取ります。はい、でここから普通に方眼編みしていきます。はい、これでぐるっと一周編んでいきたいと思います。はい、それではお袖2段目編んできまして、最初の立ち上がりを一度編んで鎖を一度編んでいるところです。でこの辺が鎖なしのゾーンありますので、まず普通に1個目は鎖を入れているので普通に編みます。立ち上がり鎖長編みです。はい、でここ3目を鎖1長編み1鎖1っていう感じで編みます。はい、鎖1でここを飛ばして真ん中の目、はい、こちらにね長編み入れます。はい、で鎖1でここを飛ばしてここですねっていう感じで、鎖1、方眼編みに戻ります。これが3段目になりますね。はい、こういう感じでこうちょっと減らしていってですね、少しカーブをつけています。少しだけピーッと上がってます。減らし目をしたのは、2段目4段目6段目なんですけども、今の要領であと2回減らします。このままでいくと次の段は同じように減らせるんですけども、その次の段は立ち上がりも来てしまうので、これをちょっと1個ずらしてとかで対応していけば、最終的には110ぐらいまで減るんで、少しこう斜めになってっていう感じで減らします。あと2回その編み方をした後はそのまま増減なしで11段目まで編みました。でその後リブをつけるっていう作業になります。このまま、11段目まであと2回減らしてリブの手前まで編んでいきたいと思います。はい、お袖編めました。11段になります。で最終がぐるっと1周108目取ってきました。また煩悩の数になりますね。それではですね、お袖ぐるっと1周リブをつけていきます。鎖を5目します。3、4、5と、はい、5目しました。で、もう一つ 6個目では6目編めたので、裏山引き抜き編みしていきます。裏山2個目なんですけど、引き抜き編み、はい、これ3個目、はい、4個目、4、5と、はい。でですね、今ここの根元に入っているので、次は鎖編みで飛ばしている部分なりますね。これ鎖編みの部分にまず引き抜き、
はい、そのお隣長編みの頭の2本こちらに通して引き抜きで編み地をひっくり返して今引き抜いた位置には飛ばしてこの3つ目の奥半目に、糸をかけてからの引き抜き編みをします。かけて半目に通して持ってきてこの持ってきた糸で2本通す。はい、こういう感じです。半目に通して持ってきた糸をそのまま、はい、こんな感じでずっと今4目目で、はい、最後の5目目だけこの上2本半目じゃなくて2本とも取ります。引っ掛けて2本通して持ってきた糸で2本通す。で鎖1して裏返してで同じですね、奥の半目に引き抜き編み、普通の引き抜き編みと糸をかけてからの引き抜き編みを交互に行います。で一番最初は普通の引き抜き編みからするとですね、はい、ちょっとやってみて今3段終わりましたね。はい、するとこの今ここが表面になるんですけど、この部位がねちょっと大きめの部位と後ろはちっちゃめの部位になるんで、大きめを出したいのでこういう感じで先に普通の引き抜き編みをしてから引っ掛けての引き抜き編みを次の段にしてって交互にしています。ちょっと大きい方が存在感があってですね、こういう感じになります。で裏はこれちょっとちっちゃいんですよ。ちっちゃいんでこっちの方がいいなっていう場合は先に引っ掛けてからの引き抜きにすると逆になりますので、お好みで変えてみてください。はい、では、ずっとぐるっと一周引き抜き編みしていきたいと思います。はい、それでは一周ぐるっとリブを編んできました。でこれが方眼編みの最後の長編みで次が鎖編みで最初の目っていう感じのところなんですけども、ここ5目編んできてで最後のね鎖編みのところに引き抜き編みをします。はい、これでもう閉じます。ここから閉じていくんですけども、12345ここ5目目一番手前のところに針を入れます。で編んできたここの輪っか、この糸をですねこっちから引っ張ってきます。こうですでこの出てる糸はこっちに置いてで12345個目5個目の目の半目ですね、手前の半目に通して2本を引き抜き、はいします。こういう感じです。ここに入れますねまず。でこの糸をこの輪っかを持ってきます。でここキューッとした方がいいですね。キュッとしてで奥っていうか半目ですね、半目にかけて引き抜く。はい、こうすると本当に目立たないんですよね。こうしてすごいですね考えられた方。はい、ここですね。引っ張ってきます。するとですね、後でね、はい、最後まで閉じます。キュッとしてから引き抜く。
最後の目。はい、こんな感じです。で、スーッと抜きますね。ここですね。こう。すごいですね。ほんと分かりにくいんですけども。で、ここをとじ針でこう、糸始末します。はい。では、裾のリブも編めました。ここが最後の長編みで、ここが最後の鎖編みになるんですけども、まず鎖編みに通します。さっきのお袖と同じです。はい、引き抜き編みをしてちょっと長く出しますね。はい。で、こちら側の15番目15番目のところにこうかけて持ってきて、よいしょ、キュッと。はい。15番目の目の奥の半目ですね。引っ掛けて引き抜き。はい。同じです。袖と同じように処理します。はい、ここです。はい。こんな感じで処理します。はい、それではできました。ここです。で、この糸バスと抜いて、で、糸始末って感じで、糸始末をしたら完成になります。ちょっと収まりきらないんですけども、はい。こんな感じになります。糸始末まだです。ごめんなさい。はい。では、全体像をお見せして、本日の動画は以上にさせていただきますので、全体像をご覧ください。こんな感じになります。メッシュになっているので、中にタンクトップを着て、夏に備えようと思います。ちょっとゆったりめに作りましたので、ラグランのところで調節していただけますので、増減をしてみてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではおりんでした。さよなら。